皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。現在、円柱状単体の最高内に固定化された構素による触媒反応の数式モデルについて議論しています。第5章5の14の動画で、一次反応において単体内に生じる基質濃度分布の式を導出しました。今回は本式を使って一次反応に対する触媒有効係数、以下では簡単に有効係数と呼びますが、この係数の式を導きます。まずは多構成の円柱状単体内で起こる一次の酵素反応に対する基質濃度分布式を示すことにします。これを無次元式で表すと1式となります。C は無次元濃度なので0から1の範囲の値を取ります。Ci は単体表面における無次元基質濃度であり、2式で与えられます。また I0 と I1 はそれぞれ0次と1次の第一種変形ベッセル関数です。これらの式の詳細については前の動画第5章5の14の動画を視聴してください。本動画で与える式中の変数とパラメータをまとめましたので参考にしてください。それでは一次反応に対する有効係数について説明します。最高内固定化経緯では反応が単体内の空間で起こります。そして反応速度は通常基質濃度の関数であり場所ごとに異なります。このことを考慮した円柱状単体における有効係数の式は3式と4式で与えられます。これらは有次元経緯で書かれています。3式は単体内での反応速度に着目した式です。また4式は単体表面を単位時間に通過する基質の量に着目した式です。両式の分母は単体内の基質濃度が液本体と同じ濃度で均一に分布するときの本システムにおいて取り得る最大の反応速度の積分値です。分子は実際の反応速度の積分値です。有効係数 EF は実際の反応速度と仮想的な反応速度の比です。これは5式で表されます。有効係数の値が得られたら実際の反応速度は6式で計算できます。本動画では一次反応を考えているので6式は7式となります。濃度分布式を適用するため有効係数の式を無次元化しましょう。単体表面における流速を使った方が簡単に式を導くことができるので、ここでは3式ではなく4式を用います。これにより8式を得ます。
8式による EF の計算では、無次元基質濃度の微分値が必要です。そこで1式を X で微分します。これにより9式を得ます。9式を8式へ適用すると10式を得ます。本式中の Ci に2式を代入して整理すると最終的に11式を得ます。以上をまとめます。円柱状単体内での構素による一次反応の有効係数は11式となります。ここでは有効係数 EF を改めて記号 E1 で書いていますので注意してください。また、強膜拡散抵抗が無視できるとき、すなわち BI が無限大のとき、E1 は12式で与えられます。有効係数の無次元パラメータφと BI への依存性は基本的には平板状単体のものと同じです。したがってここでは計算値を示しません。その特徴を知りたいならば第5章 5-11 の動画を視聴してください。復習しますが、有効係数は構素が有効に利用される程度を示す指標であり、通常0と1の間の値を取ります。よって、φ が大きいほど、言い換えれば最高内拡散抵抗が大きいほど、また BI が小さいほど、言い換えれば強膜拡散抵抗が大きいほど単体内での基質濃度は大きく減少するので、単体中心近傍の構素は有効に使われないことを意味します。このような場合、有効係数は0に近い値を取ります。今日のお話はこれで終わりです。いつもご視聴いただきありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。